私は今、マレーシア国際空港にいます。こんにちは、正臣です。いきなりですが、今日からトルコ旅行に行ってきます。さて、どんな旅になるのか、楽しみですね。正臣チャンネル。マレーシア国際空港第一ターミナル。下のチケットがマレーシアからドバイ。上がドバイからイスタンブール行きのチケットになります。この動画を見ている方ならご存知のように、私はずっとトルコに興味があり、いつか行ってみたいなと思っておりました。そしてようやく念願のトルコの旅が決定したということです。今回は旅の記録としまして、マレーシアの空港出発前からお送りしたいと思います。マレーシア国際空港のターミナルはとても広く、まずはバスで搭乗口まで行きます。今回使った空港会社はエミレーツ航空。実はエミレーツ使うの初めてなんですよね。キャビンアテンドさんが顔を隠しているのが印象的な空港会社です。どんな旅になるのか楽しみです。はい、エミレーツの空港搭乗手続きが終わりました。これからですね、ドバイを経由して、イスタンブールへ行きます。ドバイまで6時間の旅ですね。そこで乗り換えて、そこからイスタンブールです。マレーシアからドバイまで行き、ドバイで乗り換えてイスタンブール、乗り換えも合わせて計12時間の飛行機の旅になります。ドバイまで6時間なので、私はトイレの近くを予約しました。こちらが飛行機で食べる1回目の食事。暇なので寝ていきましょう。で、今、乗り換えの飛行機を探しています。ちょっとね、時間が1時間ぐらいしかないので、そそくさと行きます。全然ね、だから空港の中とかも見れてない。とりあえず飛行機乗り場のところまで行ってみましょう。ドバイの空港広かったな。何しろ時間がなさすぎて何も見れませんでしたね。すごいね。はい、落ち着いたので、これで、今座ってます。結局、水も特に出せとは言われませんでした。これ、先ほどの、クアラルンプールからドバイ行きの飛行機でもらった水なんですけど、これそのまま持ち込みできましたね。ドバイからイスタンブールに行く途中、こちらが2回目の食事になります。食事といっても、軽食ですね。こちらが3回目の食事。結構ボリュームあった。そして何よりもこのチーズが美味しかったです。おかげさまでお腹もパンパンです。イスタンブールに着きました。いやー長かった。計12時間ですからね、さすがに疲れました。クアラルンプールからイスタンブールまで直行便もあるのですが、直行便にすると値段が倍ぐらいになっちゃうんですよ。そして到着時間も1時間ぐらいしか変わらない。皆さんはどっちを選びますか？
私はトランジットを選びました。はい、今ですね、イミグレのところに並んでます。やっと着きました。約12時間だったかな。長かったけど、いや、疲れましたね。結構並んでますね。人は多めですね。とりあえず出国をしてみたいと、入国をしてみたいと思います。疲れた。ちょっと休みたい。結局40分ぐらいイミグレで並びました。やっと入国です。そして出迎えてくれたのがこの大きな大画面。さて空港を出てまずはホテルに向かうのですが、トルコイスタンブールにもマレーシアでいうグラブのような配車アプリがあります。ほとんどがですね、空港のタクシーを利用していたのですが、空港のタクシーより配車アプリを使った方が安いんじゃないかなと思っていたんですよ。ですが結果的にこのアプリ全く使い物になりませんでした。というのもグラブと違って即時清算にならないんですよ。これがよくわからない仕組みなのですが、タクシーを降りるときに清算になるのですが、タクシーのドライバーによってはこのアプリを途中で止めてしまい直接交渉をする、このアプリの意味が全くないんですよ。つまり配車の時だけ呼べますが、結局このアプリを使用せずにドライバー側で止めてしまい、降りる時には上乗せをされて料金が請求されます。初めての国ということと荷物をトランクに入れているので何度も揉めたのですが、やはりどうしても強く出ることができませんでした。トルコの旅行において一番揉めるのはタクシーかもしれません。ちなみに私はトルコの旅行中6回タクシーを使いましたが、6回ともぼったくられました。配車アプリを使ってもこの結果になります。今回泊まるホテルはスルタンアフメット地区から徒歩圏内で移動できるホテルになります。ホテルの内容を見てみましょう。この地域の一般的なホテルよりはやや広いホテルを取りました。ランプもおしゃれですよね。洗面所、トイレ、そしてシャワー室になります。冷蔵庫も完備されてました。まあ可もなく不可もなく、そしてエレベーターはなかったのですが2階だったので特に問題はなかったです。今9時、ちょうどこんな感じの、まだちょっと明るいね、9時なのに。で、下がローマのようになってます。ちょっと歩いて、ホテルから出てきてちょっと歩いてお店を探してみましょう。今9時半ぐらいですね。こちらオベリスクがあります。後ろには綺麗な建物がありますね。ここがちょうど広場になっていて、9時半にもかかわらず結構な人がいますね。賑わってます。こちらは通称ブルーモスク。夜はとても幻想的な色で覆われます。夜のモスクを軽く見たので、また後日昼間に観光したいと思います。まずはお腹が減ったので何か食べましょう。
Niye de Müslüman değiliz? Diyor benim ceza çok güzel aklıma gelmedi. This one. Senin gelmedi. Semih daha gelmedi. Allah bilir kimin nerede. さあ、トウモロコシと栗を買ってみました。どんな味なんでしょうかね。楽しみです。でちょうどね、後ろにはアヤソフィアが見えております。で、多くの方々がこの公園で夜を過ごしているようです。噴水もね、ライトアップされてます。左側に見えるのがアヤソフィアです。うまい。今いる公園はアヤソフィアとブルーモスク、2つのモスクが同時に見れる場所になります。この公園、とても居心地が良かったです。反対側を見るとブルーモスクの姿が見えますね。このレストランのオーナー、とてもいい人でした。このお店はとてもおすすめなので、機会があったら寄ってみてください。はい、こちらがヨーグルトのものです。ちょっとね、飲むヨーグルトの塩気が強いものになってます。すごい美味しい。塩気が美味しくてね、汗をかいても飲みやすいです。とても美味しいです。こういうメーカー。次回、イスタンブールの街を探索します。トルコランプの魅力的なお店、スパイスのお店、お茶のお店、いろんなところを巡ってきました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、まさおみでした。